ぷくした猫さんはとても可愛いですよね。でも猫の肥満は深刻な病気につながるので、日頃から気をつけたいものです。肥満かどうか簡単に分かったら、ダイエットで猫さんを長生きさせることができるかもしれません。簡単にできる猫さんの肥満度チェックをしてみましょう。また最後に猫のダイエット方法をお伝えしますので、ぜひ最後までご視聴ください。猫さんのダイエット、一緒に頑張りましょう。こんにちは。猫と人の程よい暮らしというチャンネルです。猫と人が幸せに暮らせるように、猫の知識や飼い方のヒントを配信しています。もし動画の内容が役に立ったり気に入ったら、ぜひチャンネル登録をお願いします。一緒に猫との幸せな暮らしを知っていきましょう。猫の肥満を体重で測るのは実は難しいです。猫の種類、性別、体格によって適正な体重が違うからです。人間も男女で適正の体重が違いますもんね。それでも簡単にわかる2種類のチェック方法です。チェック1、肋骨が触れますか？猫の両脇を触ってみてください。肋骨が感じられたらその猫さんは大丈夫です。引き続き食事や生活に気をつけて過ごしましょう。肋骨があるかどうか怪しいという方へ、もう一つのチェック方法をご紹介します。チェック2、さらに体のシルエットで確認。 BCS でチェック。 BCS とはボディコンディショニングスコアの略です。 BCS は見た目と触れた状態から脂肪のつき具合を評価できます。5段階ありますので、お家の猫さんがどこかチェックしてみましょう。 BCS1、痩せ、肋骨、腰椎、骨盤が外から容易に見える。首が細く、上から見て腰が深くくびれている。横から見て腹部のつり上がりが顕著。脇腹のひだには脂肪がないか、ひだ自体がない。 BCS2、やや痩せ、背骨と肋骨が容易に触れる。上から見て腰のくびれは最小。横から見て腹部のつり上がりはわずか。 BCS3、理想体重。肋骨は触れるが見ることはできない。上から見て肋骨の後ろに腰のくびれがわずかに見られる。横から見て腹部のつり上がり、脇腹にひだがある。 BCS4、やや肥満。肋骨の上に脂肪がわずかに沈着するが肋骨は容易に触れる。横から見て腹部のつり上がりはやや丸くなり、脇腹はくぼんでいる。脇腹のひだは適量の脂肪で垂れ下がり、歩くと揺れるのに気づく。 BCS5、肥満。肋骨や背骨は厚い脂肪に覆われて容易に触れない。横から見て腹部のつり上がりは丸く、上から見て腰のくびれはほとんど見られない。脇腹のひだが目立ち、歩くと盛んに揺れる。皆さんいかがでしたか？ BCS1 から5、どのあたりだったでしょうか？環境省、飼い主のためのペットフードガイドラインを参考にしています。概要欄に URL を貼っておきますね。最後に猫のダイエット方法です。結果から言うと食事が重要になります。実は犬のように運動は効果的ではないです。犬は散歩で走り回って運動できますが、猫はできません。残念ながら基本的には食事制限が主流という一番厳しいダイエットです。運動は効果がないというわけではなく、ダイエットのストレスを解消するのに役立ちます。食事の量とか毎回測るのは時間的に無理という方には、オートフィーダー自動餌やり機があります。5g くらいから指定できるものがあります。空腹で吐きがちな子は多めの回数を出せるものがいいです。うちのは1回 5g から設定でき、1日の回数は12回くらい設定できるものです。ご飯をせがまれるのは変わらないですが、作業的にも心的な負担も減らせます。ブログに詳しいダイエットの進め方や食事の減らし方を書きましたので、よかったら覗いてみてください。こちらも概要欄に URL を載せておきますね。獣医さんが書かれている猫のためのダイエットの本もあります。専門医に学ぶ長生き猫ダイエット。こちらも概要欄に貼っておきますね。あと、かかりつけの獣医さんに相談してみるのが一番です。
肥満は深刻な病気につながりますので、解決して猫さんには幸せに長生きしてもらいましょう。ご覧いただきありがとうございました。もし動画の内容が役に立ったり気に入ったら、ぜひチャンネル登録をお願いします。猫と良い毎日をお過ごしください。